速報だ。京都の消防失踪事件に衝撃的な新展開があったぜ。また新しい情報が出てきたの？あの事件、気になってたのよ。警府の行動に重大な矛盾が発覚した。しかも学校が4時間も通報を遅らせていたんだ。4時間？それって信じられないわ。順を追って説明するぜ。まず事件のおさらいからだ。2026年3月、京都府南丹市で小学5年生の足立由井希くん、11歳が行方不明になった。学校からたった200メートルの距離で消えたのよね。そうだ。下校途中の白昼に、防犯カメラの死角で忽然と姿を消した。200メートルって、大人の足で2分もかからない距離よ。当日の防犯カメラには、由井希くんが学校を出た映像は残っていた。でもその後の映像がないのよね。ここからが問題だ。学校側は由井希くんの下校を把握していたのに、保護者への連絡が異常に遅かったんだ。どれくらい遅かったの？下校予定時刻は午後3時頃。しかし学校が家庭に連絡したのは午後7時過ぎだぜ。4時間も？その間に何をしてたの？学校側は確認に時間がかかったと説明しているが、具体的に何を確認していたのかは明かしていない。11歳の子供が4時間も帰ってこないのに、確認って何よ？この4時間の空白が初動捜査を致命的に遅らせた可能性があるんだ。警察への通報はさらに遅れて午後8時過ぎ。日没後で捜索条件は最悪だった。日が暮れてからじゃ何も見えないわ。初動の遅れは命取りよ。そしてここからが本題だ。警府の行動に注目してほしい。由井希くんの警府は当日の行動について何度も証言を変えているんだ。証言が変わるってそれだけで怪しいわよ。最初は仕事で家にいなかったと言っていたのに、後から午後2時に一度帰宅したと修正した。午後2時って由井希くんが下校する直前じゃないの？そうだ。しかもその帰宅理由を忘れ物を取りにと説明しているが、近隣住民の証言と食い違っている。あの日、お父さんの車を午後1時頃に見ました。でも2時に出かけたように見えましたけど。1時と2時、時間がずれてるわね。警府の車の動きと証言が一致しないんだ。ドライブレコーダーの映像提供も拒否しているらしい。拒否？やましいことがなければ普通は協力するでしょう。さらに衝撃的な情報がある。隠しカメラに映った警府の行動が報道されたんだ。隠しカメラ？誰が仕掛けたの？報道機関が自宅周辺に設置したカメラだ。そこに深夜に外出する警府の姿が映っていた。深夜に外出？子供が行方不明の状態で何をしてるの？午前2時過ぎに自宅を出て、約1時間後に戻ってきている。行き先は不明だ。子供が行方不明の過程で、父親が深夜に1時間も外出する。これを異常と言わずして何と言うんだ。普通は眠れなくても家で待つわよ。何か隠してるとしか思えないわ。しかも警府は捜索ボランティアへの参加も消極的だったらしいんだ。自分の子供が行方不明なのに捜索に参加しないの？体調が悪いという理由だったが、捜索隊の参加者からは不信感の声が上がっている。近所の人たちが必死で探してるのに、あの父親だけ家にいるんですよ。おかしいと思いませんか？近所の人がそう感じるのも無理ないわよね。さらに母親の態度にも注目が集まっている。お母さんはどうしてるの？母親はメディアの取材を一切拒否している。探さないでという趣旨の発言をしたとの報道もあるんだ。探さないで？自分の子供に対してそんなこと言うの？この発言の真意は不明だが、ネット上では大炎上している。炎上するのは当然よ。母親がそんなこと言ったら。ただしこの発言が本当にあったのか、報道が正確なのかは確認が必要だぜ。ネット上では警府犯人説が爆発的に広がっている。ただし、これはあくまで疑惑の段階だ。ここで冷静に整理しよう。祖母の証言も波紋を広げているんだ。祖母が何か言ったの？由井希くんの身の祖母がメディアの取材に応じて、警府との関係に問題があったと暴露したんだ。家庭内のトラブルがあったってこと？祖母によると、警府は由井希くんに対して厳しすぎる態度を取ることがあったらしい。あの人は孫に対して、ちょっとやりすぎなところがあったんです。私は何度も心配していました。祖母がそこまで言うなんて、相当なものがあったのね。ただし祖母の証言は感情的な部分もあり、客観的な裏付けはまだ不十分だ。でも無視できない証言よね。祖母はこうも言っている。
孫は警部の前では笑わなくなったと。笑わなくなった。それは相当追い詰められてたのかもしれないわ。子供が笑顔を見せなくなるのは最も深刻なサインの一つだ。周りの大人が気づいてあげないといけなかったわね。そしてもう一つ、学校側の対応にも闇があるんだ。実は結のぞみくんは失踪の数週間前から学校を休みがちだったことが判明した。不登校気味だったの？それは初耳だわ。学校はこの事実を当初公表していなかった。プライバシーへの配慮が理由だそうだ。子供の命がかかってるのにプライバシーって言い訳にならないでしょ。不登校の理由が家庭環境にあるなら早期に児童相談所に通報すべきだったという指摘もある。もう一つ気になるデータがある。結のぞみくんのランドセルが見つかっているんだ。ランドセルがどこで見つかったの？自宅近くの用水路付近だ。中身は入ったままで教科書もノートも濡れていなかった。濡れていないってことは水に落ちたわけじゃないのね。そうだ。つまり誰かが置いた可能性が高い。警察もそう見ているらしい。恋に置かれた。それって事件じゃないの。事故ならランドセルを外す理由がない。これが事件の可能性を高めている根拠の一つだぜ。捜査は現在も継続中で、警察は事件と事故の両面で捜査しているとしている。まだ何も確定してないのね。ただ、捜査員の一人がオフレコで語った言葉が印象的だった。この事件は単純じゃない。関係者全員に聞き取りを何度もやっている。関係者全員に何度も、これは身内を含めて疑っている証拠だぜ。早く真相が明らかになってほしいわ。警察は現在、警部の携帯電話の通信記録も分析中だという。通信記録があれば深夜外出の行き先もわかるかもしれないわね。さらに周辺の防犯カメラ映像も150台以上を精査しているらしい。150台？それだけの規模で捜索してるのね。何かが映っているはずだ。時間の問題だと信じたいぜ。ネットの反応も見てみよう。学校の4時間の空白が全てを物語っている。警部のドラレコ拒否は黒。祖母の証言が決定だ。ネットは推理が好きよね。でも根拠なく特定するのは危険だわ。その通りだ。推測と事実は明確に区別しなきゃいけない。冤罪は絶対に作っちゃいけないものね。最後に、この事件から学ぶべきポイントを整理するぜ。ポイントコーナーね。一つ目、子供の帰宅が30分遅れたら、すぐに学校に確認すること。4時間は長すぎる。30分ルールね。覚えておくわ。二つ目、子供が行きたくないと言い始めたら、理由を深掘りすること。不登校は重要な SOS 信号だ。見逃しちゃいけない。表面だけ見てちゃダメなのね。三つ目、SNS での犯人推理は控えること。誤った特定は名誉毀損罪に問われる可能性があるぜ。正義感のつもりが犯罪になりかねないわ。この事件はまだ解決していない。結のぞみくんが無事に見つかることを祈るばかりだぜ。本当にそうね。早く帰ってきてほしいわ。この動画が参考になったらチャンネル登録をお願いするわ。高評価とコメントもよろしくな。次回もお楽しみに。それじゃあまたね。